DV を受けてて、早く家を出た方がいいっていう話で。県内のシェアハウスに住む30代の女性。小学生の娘を育てています。酒に酔った夫から暴力を受け、命の危険を感じたため、娘と一緒に家を出ました。基本的にここは短期で入られる方が多いです。DV や経済的に困窮するシングルマザーなど、家庭環境に問題を抱える7世帯を一時的に保護しているシェアハウス。学生寮だった建物を NPO 法人が借りて運営しています。だから家賃をね、やっぱりいただきたいんですけど、ね、ただ今日明日行く場がないって言われる方がこうね、やっぱ運営の費用は NPO 法人の代表野本しなみさんの自費や寄付などで賄われていて、各部屋はすぐに生活ができるようキッチンや布団、テレビなどが揃えられています。再度もし DV されてたら、もしかしたら今いなかったかもしれないっていう不安と、かなり安心できますね。就労の、雇用を受け入れしていただけないかというところのお話をさせていただきます。生活する場所を得た女性たちに必要となるのは働く場所です。今月27日、野本さんは福岡市西区の温浴施設を訪れていました。野本さんは子供を抱えながら一人で生計を立てる女性たちが働く場所を確保するため、受け入れ先となる企業を探しています。お一人でですね、子育てをしていて、頼れる人がいないというご家庭も結構いらっしゃったりもするので、その辺がやっぱりどうしてもネックになってすぐ離職になってしまうというケースがとても多いので、その辺がやっぱり企業様の、ご協力、就労をなるべく長くできるような環境を一緒に、問題なく受け入れられると思います。去年の5月から福岡市博多区の警備会社西警で契約社員として働く20代シングルマザーの女性。野本さんの支援を受けて働く場所を得た女性の一人です。2歳の娘を育てているため、時短勤務でチラシや営業広告などを制作しています。作って実際にチラシとして配ってもらえるっていうので嬉しいですね。予期せぬ妊娠や貧困などの理由で子どもを育てるのが困難なため、出産前から支援を受ける特定妊婦として娘を出産した20代の女性。娘が生後6ヶ月になってからハローワークに通い、県内の企業で正社員として働き始めましたが、長くは続きませんでした。働いてる時に、その時は8時半から5時半の勤務で、残業で10時超えたりとか日付超えたりとかしてて。転職とかそういうのは考えたりしましたか？雇ってくれるところがないだろうって思いました。ダメだってなって辞めちゃって、もうその時すごい落ちてて、自分がもう子供を育てることも無理だって思っちゃってたんで、しゃべさんがおらんかったら多分子供と一緒にいてないかもしれないですね。いなかったかもしれない。20代の女性は子育てと両立できる今の働き方が最善だと感じています。どうしてもやっぱり給料面がすごく心配だったんですけど、贅沢しなければ生きていけるぐらいはもうもらえてるし、十分生活できるぐらい。実際に正社員で働いてみて無理だなって思っちゃったんですよね。
結構キャパ超えてて、今の形がすごい合ってるから最初心配だったんですけど、よかったなって。野本さんが代表を務める NPO 法人に助けを求める女性は少なくありません。生活する場所と仕事の確保もままならない。これが家庭環境に問題を抱えたまま一人で生計を立てることになった女性たちの多くが直面する現実です。一緒にご飯を食べたりとか、ちょっと忙しいならお子さん預かっとくよって言って、そのお子さんと一緒にご飯を食べたり、泊まったり、たったそれだけのことで実はすごく救われることになるっていうだけだと思うので、一人一人が思いやりを持って他人とでも接せれるようになっていけば随分変わるんじゃないかなと思います。